今小さい頃というか大人になった時にガキの頃から来てましたって言われたりすると継続できるように頑張ることですかめっちゃ美味しいです。めっちゃうまいですね。すごい美味しい。だいたい3時と遅くて4時ぐらいから、だいたいこの時間ぐらいからもう入ってます。仕込みはだいたいお一人でされるんですか？そうですね。お米はだいたい1日どのくらい炊くんですか？1日多い日で4回とか5回。一発が1回で2.5キロ米使って、10キロ以上。そうですね。スタッフさんのおすすめのラーメンは何ですか？自分好きなの辛いのが好きなんで、麻婆麺とか好きですね。あと僕ラーメンはラーメンの上に焼肉が乗ってる感じなんで、醤油ラーメンで、だからそれと小ライスのセットがあるんですけど、結構がっつりそれで食べられるかな。男性のお客さんとかそういうがっつり系を頼むことも多いですか？そうですね、基本定食のご飯の量が多いんで、結構みんな食べる人は大盛りとかにして大盛りにすると1杯が550グラムの米なんです。だからしっかり食べれるかなって感じですね。結構多いですね。多いんですよ。
で営業時間夜中3時までだと思うんですけど、はい、その時点で、まあ、結構お客さんっていらっしゃるんですか？全然います。それはなんか飲みにいらっしゃるようなお客さん？そうです。もう2軒目3軒目で終点ここみたいな。なるほど、まあラーメンで締めてみたいな。そうそう全然みんな締める気ないんですけどそうなんですね。結構やっぱ飲まれる方多いです。そう日曜日でも仕事大丈夫って感じです。確かにそれやっぱなんか地元の方とか近い方が多い。そうもう地元の方ですね。早い時間とかは YouTube 見ましたとか来るお客さんいるんですけど、そんな深夜帯に YouTube 見ましたって人はなかなかまあ、そうですよね、確かに。一番混み合うのって何曜の何時とかってありますか？いやでも週末は混みますけど、やっぱ時間帯的には10時ぐらいからですかね。そうなんですね。その前からもう来るときは来ちゃうんですけど、そうしちゃうともう一日スタートから最後まで走り抜けみたいな。これは今何を作ってらっしゃる？これ味玉のつける返しっていうこれで味玉つけるんで、一回沸騰させて火入れるって感じです。チャーハンバンバン頼まれるとすぐなくなっちゃうんですよ。いやそうですよね。チャーハン普通で480使うんですよ。普通の一皿でそんな使うんですか？米だけで。へえ。半チャーハンでも半チャーハンで350です。そんな量あるんですね。
ねぎはメインとしてはなんか炒め物とかに使う、そうです、結構使いますね、この玉ねぎが。何でも入ってくるんで。ラーメンのトッピングとかで入っておきますか？僕ラーメンだと焼肉が上に乗っかってるんで、それにお肉と玉ねぎと人参とニラが乗ってくるんで、基本炒め物に何でも使うかもしれないです。なるほど。今ある玉ねぎで、はい、まあ、1営業日分っていう感じです。そうですね。だいたい、まあ、足んなかったら随時切っていくんですけど。これは何に使う卵ですか？これチャーハンとかきくらげ卵、あと定食にもちっちゃい卵ですんで。
豆腐なんかでかいね。でかいやつ。極ラーメンっていうのが焼肉乗ってる感じですね。でこれミサトが、ホタテとエビ入ってて醤油ベースの辛さ選べる感じのラーメン。極ラーメンの半チャーハンセット。すみません、2枚回収します。はい、すいません。やっぱ半チャーハンでも結構ボリュームあります。そうですね。米だけで350あるんで、でチャーハンだと 1.5 倍ぐらい、480ぐらいで、もう大盛りになると2倍ぐらいになっちゃうんで、半チャーハンでそうなんですね。680ぐらいあるんで、180はすごいですね。はい。
こちらは何の仕込みですか？油淋鶏ですね。このメンマって普通のラーメンのトッピングとかラーメンですとメンマ細切りチャーシュー和えのメンか？ラーメンのトッピングのやつも最初に1回マもう炒めるというか、一回味入れてやってます。どうぞ。そこどうぞ。お味はいかがですか？めっちゃ美味しいです。一番人気のラーメンって何ラーメンになります？ラーメンだともう僕ラーメンですかね。醤油ラーメンの焼肉乗ってるスタミナラーメンみたいな感じのラーメンがあるんですけど、それが多分一番人気。それは、このお店オリジナルですよね。そうですね。45年ぐらいやってるんですよ、もともとは。で、前のオーナーさんと今のオーナーが違って、歴史的に言えば45年で、僕っていうのれんがいろんなとこあるじゃないですか。はいはい。羽の中のれん分けみたいなイメージ。ちなみに店長さんの、一番お好きなメニューっていうのは？
僕生姜焼きがめっちゃ好きですけど、あ、そうなんですね。なんか大体生姜焼きってちょっと甘いじゃないですか。はい。この生姜焼きで結構しょっぱめに作るんですけど、これがめちゃくちゃ米に合うっていうか。はい。ラーメンと定食あると思うんですけど、はい、お客さんはやっぱラーメンの方が多いんですか、それとも半々ぐらいなんですかね。半々ぐらいですかね。ただそのうち定食の方はもうご飯の量とかがめちゃくちゃ多いんで、結構そのボリューム的に多いのは定食なのかなっていう感じですね。腹減ってる人もければ大体定食が多いですし、あとは半チャンラーメンは結構出ますよね。チャーハンの量が半チャーハンでも普通のお店のチャーハンよりちょっと多いぐらいなんで。そこってこだわりというかそういうのあるんですかね。なんだろう、ここの前のその店長さんというかオーナーさんと話した時になんか町中華って何なんですかみたいないう話をした時に、町中華ってなんかやっぱりとりあえず腹いっぱいに食べさせてあげたいというかっていうなんか戦後のあれがあったらしくて。なるほど。とにかく量は多く、なるべく安くっていうのが、まず町中華の醍醐味じゃないみたいな感じでは教わりました。そこから受け継がれてるんですね。そうですね。もともととメニュー自体はほとんど変えてないんですよ。メニュー自体変えないで、さらになんかちょっと夜中になるともうなんかほぼほぼ飲み屋状態みたいになるんで、そこにはちょっとなんか新しいおつまみだったりとか、なんか中華っぽいものを入れてみたりとかっていうのはやってますけど、ベースはもう多分45年前のとほとんど変わらないようにしてます。あ、そうなんですね。はい、こちらのお店やってる中で、料理のことでもいいですし、お店のことでもいいんですけど、なんかこだわってらっしゃるようなことでどういうところがありますか？こだわってるのはでも一番はその元々の味を崩さないってことですかね。もともとやってたこの45年続いてる味なんで、それをなるべく崩さず維持していくことじゃないですかね。会社の作り方もちょっと特殊ですし、もともとここでオーナーさんでやってた人も今たまに働いてくれるんで、その人に味見てもらったりとか、あとはこういう新しいの作ってほしいと思いますとかやってるんで、もう本当にあれですよ、45年も続く店の味なんで。そうですよね。半世紀ですもんね。そうですね。僕も生まれる前からやってるし、今来るお客さんって本当なんかガキの頃から来てたみたいな。ああ、そうなんですか。多いんですよ。なるべくなんかすごい味変わったねって言われないように、再現じゃないですけど、それは心がけてますね。最後に今後のなんか目標とかそういうのございますか？今後もずっとなんかいろんな人が来るというか、子供が来てて大人になってまた来てくれるようなお店をこのまま継続し続けられることですかね。なんか将来の今小さい子たちが大人になった時にガキの頃から来てましたって言われたら嬉しいじゃないですか。それを継続できるように頑張ることですかね。このままもう2キロで買ってます。
はい、すいません、前から失礼します。はい。いらっしゃい。絶対食べると思う。昨日も作るんで。そうなんですね。めっちゃうまいですよ。大体毎回定食食べられることが多いですよ。昨日初めて行って美味しかったからまた来たい2日連続でいらっしゃってるんです。はい。あ、そうなんですね。100バージョン1個下のやつ俺これ出たんですよ。一番上のやつ逆ウーバーもやってらっしゃる。ウーバーとロケットナウも一応やってる。いいんだよ。
うちの演奏ではるかさんの顔めっちゃ年いい。はい、いらっしゃいませ。定期の森で、はい。やめてしまえ。怖くなっちゃうから。
今来ちゃったから僕ほぼ埋まってんだろうな。すごい美味しい。ちょうどいい辛さです。ご飯も食べたくなるかもしれない。一番ここのお店でお好きなメニューは何ですか？ふわふわ卵のチリソースです。昔から大好きです。あ、それ今こ
こ